幸せになりたいなら、今すぐ幸せであれ。その瞬間、あなたの努力はすべて間違った方向に向かっていたかもしれない。成功すれば幸せになれる。誰もが信じて疑わないこの言葉が、あなたの人生を苦しくしているとしたら、出世すれば、収入が増えれば、痩せれば、愛されれば、そう思って走り続けてきたのに、なぜ満たされないままなのか。実は、成功の先に幸せがあるんじゃない。幸せでいることこそが、成功を引き寄せる最短ルートだった。これはポジティブ心理学と脳科学が10年以上かけて証明した人生を逆転させる法則だ。そして今日、あなたはその真実を知ることになる。すべての努力が間違ったゴールに向かっているとしたら、なぜ、こんなにも努力しているのに報われた気がしないのか。目標を立てて、我慢して、成長しようと必死に前へ進んできたはずだ。けれど、いつも何かが足りない。成功しても、満たされない。幸せになるはずだったのに、焦りと虚無感だけが残る。それは、努力が足りないからじゃない。才能がないからでも、環境が悪いからでもない。あなたが向かっていたゴールそのものが、そもそも間違っていた可能性があるんだ。多くの人は、こう信じて疑わない。成功すれば、幸せになれる。でも、ポジティブ心理学と脳科学が、10年以上かけて明らかにした結論は、その真逆だった。幸せだから、成功できる。成功は、幸せの後にやってくる。この順番を知らないまま人生を走り続けると、たとえ成果を上げても、心は置き去りにされてしまう。年収が上がっても、肩書きがついても、誰かに愛されても、それでも、あなたは心の奥底でこうつぶやくだろう。もっと幸せになれると思っていたのにって。でも大丈夫。今日ここで、その全てを反転させるチャンスがある。この動画では、最新の科学的知見をベースに、幸せが、なぜ成功を生み出すのか、どうすれば、幸せを意図的に作り出せるのか、その全てを7つの視点から明らかにしていく。この真実を知ったとき、あなたの努力はもう迷わない。その努力は、正しく報われる道を歩み始める。そして、人生は根底から変わっていく。なぜ成功ではなく幸せが先なのか。まず、問い直してみよう。あなたにとって成功とは何だろうか。出世することか、人より多く稼ぐことか、理想の体型を手に入れることか、社会的に認められることか。人によって定義は違っても、多くの人が同じ前提を持っている。成功すれば、幸せになれる。この信念に支えられ、多くの人は毎日を走っている。目標を達成すれば、満たされる。もっと頑張れば、きっと報われる。今は辛くても、その先に幸せが待っているはずだと。けれど実際はどうだろう。確かに一時的な達成感はある。けれど、時間が経つと空白が戻ってくる。達成したはずなのに、なぜか足りないと感じる。それは、ゴールポストが動いてしまうからだ。年収1000万を目指して頑張った人は、達成すれば次に1500万を目指すようになる。誰かに認められたら、今度はもっと多くの人に認められたくなる。ゴールは近づくたびに、また先へと遠ざかっていく。幸せはいつまで経っても先送りされたままになる。でも、それはあなたのせいではない。脳の仕組みが、そうなっているからだ。最新の心理学と脳科学は、この成功から幸せという順番が誤っていることを明確に示している。本当に成功している人たちは、順番を逆にしている。幸せであることが先に来る。幸福な感情に満たされている人は、創造性が上がり、集中力が高まり、判断力が冴え、人間関係がうまくいき、行動力が加速し、そして、結果として成功を引き寄せている。彼らは、頑張ったから幸せになったのではない。幸せな状態で頑張れたから、成功したのだ。ポジティブな感情は、単なる気分ではない。それは、脳を動かすエネルギー源だ。幸福感があるとき、脳内ではドーパミンやセロトニンが分泌される。これらの神経伝達物質は、記憶力や学習効率、柔軟な思考力を高め、私たちの脳を最も使える状態にしてくれる。逆に、不安や焦り、自己否定に支配されているとき、脳は防衛モードに入り、想像力も行動力も著しく低下する。それでも人はまず成功しなきゃと言って、燃え尽きるまで自分を追い込み続けてしまう。ここで、ある大規模な研究を紹介したい。27万5千人以上を対象としたメタ分析によると、幸福度の高い人ほど、仕事、人間関係、健康、収入、寿命において、すべてにおいて、より良い結果を出すというデータが明らかになっている。つまり、幸せであること自体が、人生全体の土台なのだ。成功するために幸せを犠牲にする生き方は、そもそも根本から方向がずれている。重要なのは、こう考え方を変えることだ。幸せになるために成功するではなく、幸せでいることが最大の成功戦略である。今この瞬間から、あなたがどんな気分でいるか、どんな感情で日々を過ごしているか、それこそが
未来の成果を形作っている。だからこそ問いたい。あなたは今、幸せに生きているだろうか。もしそうでないなら、それはゴールのせいじゃない。順番のせいだ。そして、その順番は、今日、ここから変えられる。頑張り続ける人が燃え尽きていく理由。朝早く起きて、寝る間を惜しんで働き続ける。夢を追いかけて、誰よりも努力を重ねてきた。人の何倍も準備して、負けたくない一心で走ってきた。そうやって頑張ってきた人が、ある日突然、こうつぶやく。もう無理かもしれない。なぜ、こんなに苦しいのかがわからない。彼らは怠けたわけではない。むしろ、誰よりも頑張ってきたからこそ、心が先に限界を迎える。それが燃え尽き症候群の本質だ。頑張ること自体が悪いわけじゃない。けれど、幸せを犠牲にした努力は、やがて心を蝕んでいく。それはちょうど、ガソリンのない車でエンジンを回し続けているようなものだ。どんなに性能が良くても、どんなにハンドルを握りしめていても、燃料がなければ、やがて止まる。その燃料とは、まさに幸福感である。多くの人が、自分の感情を後回しにして生きている。もっと頑張れば、きっと変わる。今は耐える時だ。まだ努力が足りないだけ。そう思いながら、心を置き去りにして前へ進もうとする。けれど、頑張れば頑張るほど、次の目標が現れる。まだまだだと自分を追い立て続ける。その先にあるのは、達成感ではなく、永遠に満たされない焦燥だ。これは心理学でヘドニックトレッドミルと呼ばれる。報酬を得ても、すぐにそれが当たり前になってしまい、また次の報酬を求めて走り続ける。永遠に、ゴールにたどり着けない構造の上を走らされている。年収が上がっても、家を買っても、肩書きがついても、いつまでも次が必要になる。それがないと、自分の価値を実感できなくなってしまう。そして、気づけばこうつぶやく。何のために頑張っているんだろう。この問いに答えられなくなった時、心は静かに崩れ始める。さらに厄介なのは、こうした努力が正しいとされていることだ。社会は、我慢強く、歯を食いしばって頑張る人を称賛する。辛いことに耐えた人ほど偉いという、根強い美徳信仰。だが、それは時に人を壊す。本当は、誰かに頼りたかった。休みたかった。楽しんでもよかった。でも、そんな自分を甘えていると否定してしまう。結果、心と体をすり減らしながら、笑顔の仮面をつけて働き続ける。そうやって頑張り続けた人ほど、ある日突然、動けなくなる。それは、努力が報われなかったからじゃない。努力する前提が、間違っていたからだ。人は、幸せを感じている時にこそ、本来の力を発揮する。幸福感がエネルギーとなり、集中力が生まれ、創造性が高まる。楽しいと感じながら動いている時こそ、人は長く、強く、柔軟に走り続けられる。逆に、常に不安と焦燥の中にいると、脳はパフォーマンスを下げる。感情を無視した努力は、短期的には成果を生むかもしれないが、長期的には確実に自分をすり減らす。だからこそ今、視点を変えてほしい。どう頑張るかではなく、どんな気持ちで頑張れているかに注目すること。もし今、毎日が苦しいと感じているなら、それは甘えではない。あなたの心が、順番が違うと教えてくれているサインだ。努力は必要だ。でも、それは幸せになるためにするものじゃない。幸せな状態で行う努力こそが、本当に強く、しなやかで、持続する。あなたがもし、これまでの努力で自分をすり減らしてきたなら、これからは、自分を燃やすのではなく、満たす努力をしてほしい。幸福が脳を進化させる。私たちは、頭が良くなりたいと願う。もっと集中できたら、もっと柔軟に考えられたら、もっとクリエイティブになれたら、人生はきっと、うまくいくと思っている。けれどそのために、私たちが無意識に選んでいる手段はこうだ。もっと頑張ろう。もっと我慢しよう。もっと追い詰めよう。皮肉なことに、脳の性能を最大限に引き出したいと願うその瞬間、私たちは、脳の働きを最もなまらせる方法を選んでしまっている。脳は、ポジティブな感情の時にこそ、最も力を発揮する。これは精神論でもポエムでもない。神経科学が証明した明確な事実である。幸福を感じると、脳内ではドーパミンとセロトニンが分泌される。これらは単に気分を良くするホルモンではない。学習能力を高め、記憶を定着させ、情報処理を効率化し、思考をしなやかにする。つまり、幸せな状態の時、私たちの脳は最高のスペックになる。実験がある。ある企業で、社員の幸福度を測定し、その後18ヶ月にわたって追跡した。結果、幸福度の高かった社員ほど、生産性も評価も高く、昇給率も上がっていた。また、大学1年生時点の幸福度が、その後19年間の収入にまで相関していることが確認された研究もある。さらに驚くべきことに、幸福感の高かった人たちは、寿命すら伸びていた。なぜ、そこまでの違いが生まれるのか。それは、
幸福という感情が脳にとって環境だからだ。外部の気温や光と同じように、心の状態もまた脳の活動を左右する。ポジティブな環境にあるのは新しいアイデアを生み、困難を乗り越え他者と協力できる。逆にネガティブな環境にあるのは防御に回り、想像を止め、世界を敵のように扱い始める。ここでさらに深い問いを投げかけたい。あなたは今脳が働きやすい環境にいるだろうか。多くの人が忙しさの中で心をすり減らし、無理にやる気を出そうとしている。けれど本当は脳を変えるために必要なのはもっとシンプルなことかもしれない。例えば美しい景色を見て感動すること、友人と笑い合う時間を持つこと、感謝の気持ちを声に出して伝えること。こうした何気ない行動が脳の中に化学反応を起こし、見えないところで能力を底上げしてくれている。また幸福な人はストレスへの耐性も高い。失敗や批判に直面した時、ネガティブな感情に飲み込まれるのではなく、前向きな水気を通して立ち直る力を持っている。これも幸福感が生み出す心理的柔軟性の恩恵である。さらに幸福は社会性も向上させる。人間関係がうまくいく人ほどチームでの成果も上がる。信頼を築き、相互支援が生まれ、孤独ではなくつながりの中で力が育まれていく。そして最も重要なのはこの一点だ。幸福は結果ではなく土台である。幸せになれたから脳が働くのではない。幸せでいることが脳を働かせる前提条件なのだ。今の自分に満足していなくてもいい。すべてを手に入れていなくてもいい。それでも今この瞬間に小さな幸福を作り出すことはできる。それが未来の成功と可能性を確実に変えていく。ここまでの話を聞いて、幸せでいることの価値がこれまでとは全く違って見えてきたはずだ。幸せは鍛えられる筋肉である。幸せとは偶然や運によって訪れる一瞬の奇跡ではない。そして成功したご褒美として与えられる報酬でもない。幸せとは意識的に育てることができるスキルだ。つまり筋肉と同じようにトレーニングによって強化できる。そしてその筋肉が育てば育つほど人生のあらゆる局面で自分自身を支えてくれるようになる。幸せは鍛えられる。この考え方はポジティブ心理学の中でも核心にある発想だ。心理学者ソニア・リボミルスキーの研究によれば、人の幸福度の 50% は遺伝で決まり、10% は環境、残りの 40% は自分の意識と習慣で変えられるという。これはつまり今よりもっと幸せになれる可能性を誰もが持っているということを意味している。ではその 40% をどう使えばいいのか。ここでは科学的に有効とされている7つの幸福トレーニング法を紹介しよう。これらは特別な才能や環境を必要としない誰でも今日から実行できる。一つ目、瞑想する。1日たった数分でいい。静かに呼吸に意識を向けるだけで脳のストレス反応を司る扁桃体が静まり、前頭前野の活動が高まる。思考が整い心が軽くなる。これは心の筋トレだ。2つ目、何かを楽しみにする。旅行の予定でも週末のランチでもいい。楽しみを先にカレンダーに入れてしまうだけで私たちの脳は今この瞬間から前向きになる。未来のポジティブが現在の感情に影響するのだ。3つ目、意識して誰かに親切にする。道を譲る。ありがとうを伝える。メッセージを送る。小さな親切が自分の自己効力感と幸福感を同時に高めてくれる。4つ目、ポジティブな感情が生まれやすい環境を作る。部屋に観葉植物を置く。好きな音楽を流す。自然光の入る窓際に座る。環境が変われば気分も変わる。外の世界を整えることで内面の感情が整っていく。5つ目、運動する。激しいトレーニングでなくていい。散歩でもいい。身体を動かすだけで脳はエンドルフィンやセロトニンを放出し、自然と前向きな気分になる。6つ目、経験や他人のためにお金を使う。物を買うよりも誰かとの体験にお金を使った方が幸福感は長く持続することが研究で明らかになっている。また他者への贈り物や寄付なども自分の満足度を高める。7つ目、自分の強みを発揮する。あなたが無意識にやれてしまうこと、得意だったこと、周囲から感謝されたこと、それを日常生活の中で意識的に使っていく。強みを使うと人は生き生きとし自信が戻る。それが幸福の土台になる。どれもシンプルだけれどだからこそ継続が難しい。筋肉と同じで1日で結果は出ないけれど確実に人生を変えていく。幸福のベースラインは日々の習慣で変えられる。感情は放っておけば重力のように下がっていく。だからこそ意図的に持ち上げる仕組みが必要だ。自分は幸せになんてなれない。そう感じている人ほどこのトレーニングは効果を発揮する。なぜならそれは才能ではなく繰り返しだから。根拠のある行動が心の状態を整え、やがて脳の配線そのものを変えていく。努力とは
本来こういうことなのだ。自分を責めることでも追い込むことでもない。小さな行動を静かに正しく積み重ねていくこと。その先に幸福が前提の人生が始まる。マインドが現実を作る心のレバレッジ。あなたは自分の現実をどう見ているだろうか。運が悪い、環境が厳しい、可能性が限られている。そう思った瞬間、世界はその通りに動き始める。逆に今からでも変えられる。そう信じた人の前にはまるで違う扉が開き始める。この違いは才能やチャンスの有無ではない。心の持ち方、つまりマインドセットの違いによって起きている。マインドが現実を変える。この言葉にスピリチュアルな印象を持つ人もいるかもしれない。だがここで語るのは幻想ではない。科学が証明し始めた確かな現実操作の力についてだ。例えばある実験がある。75歳の男性たちが55歳当時のように振る舞う1週間の合宿に参加した。1959年の新聞や雑誌、家具に囲まれ、若い頃の服を着て当時の話題で会話する。まるで20年前に戻ったかのような空間で過ごす。結果は驚くべきものだった。1週間後、彼らの姿勢は改善し、握力は強くなり、視力すら平均 10% 回復、知的能力も向上し、さらには見た目まで若返っていた。自分は若いと思ったことが身体に作用したのだ。これは単なる一例ではない。プラシーボ効果もまた心が現実を変える証拠だ。本物の薬だと信じて偽薬を飲んだ人が実際に痛みから解放され、症状が改善する。なぜか聞くと思い込んだ心が脳内で本物と同じ反応を引き起こすからだ。思い込みが肉体に影響を与える。では感情や行動に影響しないはずがあるだろうか。人間は現実をそのまま体験しているわけではない。意味付けされた現実を生きている。同じ出来事でもある人にとっては絶望の始まりとなり、別の人にとっては新たな挑戦の扉になる。違いを生み出すのは起こった出来事ではなく、それをどう捉えるかという視点だ。そしてこの視点は選び直すことができる。例えば目の前の仕事がつまらなく感じたとする。けれどこれは誰かの役に立っていると捉え直したとき、その作業には意味が生まれ、脳の動きが変わる。同じ労働時間でも、やらされていると思えば疲労に変わり、役に立っていると思えば充実感になる。これが心のレバレッジだ。自分のマインド次第で同じ現実から得られるエネルギー流を増幅できる。この力を持っているかどうかが人生の行き先を大きく左右する。どうせ無理と口にした瞬間、その人の中で可能性の扉は閉ざされる。その反対にできるかもしれないと思った人の脳は実際にどうやったらできるかを探し始める。つまり未来を動かすのは今この瞬間の思考である。もちろん全てを前向きに捉える必要はない。悲しいことは悲しいし、苦しいことは苦しい。だがその後どんな意味を与えるかは選ぶことができる。これがあったからこそ次の自分がある。そう捉え直した瞬間、現実は過去さえも書き換えてくれる。マインドとは単なる気持ちの問題ではない。現実の結果を変える最強のテコだ。そしてこのレバレッジは訓練できる。自分の価値観に意識を向け、ネガティブな現象の中にポジティブな意味を見出す。何度も何度もそれを繰り返す。すると脳の習慣が変わる。選ぶ言葉が変わり、見る世界が変わり、行動が変わる。その先に全く新しい現実が立ち上がってくる。あなたは現実を変える力をすでに持っている。必要なのは外の状況ではない、内なるマインドの使い方に気づくことだけだ。つながりにこそ人生最大の投資先がある。人生が本当に苦しい時、あなたを救ってくれるのは知識でも根性でもない、人とのつながりだ。それなのに多くの人はこう言う。忙しいから、余裕がないから、今は頑張る時期だから、誰にも会わずに集中したい。そして一人で抱え込んだまま限界が来るまで動き続け、ある日ぽっきりと折れてしまう。私たちは困難にぶつかると無意識に殻に閉じこもる。誰とも話さず部屋に閉じこもり、一人で何とかしなきゃと思い込む。けれどこれは脳の防衛反応であって、問題を解決する最善策ではない。実際には苦しい時こそ最も人とのつながりが必要なのだ。ハーバード大学が75年にわたって行った研究がある。何百人もの人生を追跡し、どんな人が健康で幸せで充実した人生を送ったかを調べた。結論は極めて明確だった。最も強い相関を示したのは収入でも学歴でもなく、良質な人間関係だった。信頼できる人がそばにいると心が安定し、ストレスホルモンが減少する。体の免疫反応も高まり、病気になりにくくなる。創造性も集中力も上がり、人生に対する意味付けが深まる。人間関係とは感情の贅沢ではない。成功と健康を支える
最も根本的なインフラなのだ。では、なぜ人はそのインフラを後回しにしてしまうのか。それは、成果を出すことばかりを優先しすぎて、人間関係は余裕がある人だけの贅沢だと誤解しているからだ。だが、成功している人ほど、意識的に人間関係に投資している。信頼を育み、感情を共有し、支え合える関係を維持している。彼らは知っている。何をするかよりも、誰といるかの方が人生を左右するということを。さらに、社会的なつながりは私たちの脳と体に直接的な生理的影響を与える。親しい人との交流によって分泌されるオキシトシンは、ストレスを和らげ、不安を減らし、心拍数を整え、集中力を高める。また、孤独は喫煙や肥満よりも健康に悪影響を与えるという研究もある。つまり、孤独は身体的リスクなのだ。ここで、もう一歩踏み込んで考えたい。人間関係とは、ただの縁ではない、資産でもある。信頼できる人との関係は、金融資産以上に人生を支えてくれる。困難に直面したとき、乗り越える力になる。チャレンジしたいとき、背中を押してくれる。不安に飲まれそうなとき、支えになってくれる。だからこそ、今すぐにでも始めるべきことがある。それは、この人とつながっていたいと思う人に、意識的に時間と感情を注ぐこと。短いメッセージでもいい。元気と声をかけるだけでもいい。思い出話を共有するだけでもいい。関係はメンテナンスしなければ自然と薄れていく。時間と手間をかけてこそ信頼という資産は育っていく。人生にとって本当に大切なことはいつも後回しにしやすいものの中にある。人間関係もその一つだ。でもそこにこそ最も回収率の高い投資先がある。成功したいなら孤独になってはいけない。幸せになりたいならつながりから目を背けてはいけない。私たちは自分一人で完結するようにはできていない。支え合うことで最大限の力を発揮できるように設計されている。では、あなたにとって守るべきつながりは誰だろうか。その答えに時間をかけていい。けれど、一度見つけたら、そこに全力で投資すること。それは、あなたの未来を支える最高の資本になる。幸せになりたいなら、まず幸せであれ。人は、なぜ幸せになりたいのか。理由はシンプルだ。幸せであることが、人生のすべての基盤だからだ。けれど、その幸せはどこにあるのか。多くの人がそれを将来の成功の先に置こうとする。もっとお金が増えたら、もっと評価されるようになったら、もっと理想の自分に近づいたら、その時、ようやく幸せになれる。そう信じて、今日も頑張り続ける。でも、本当はその順番が逆なのだ。成功すれば幸せになれるのではない。幸せであることが成功を連れてくる。これは、希望的観測ではなく、数多くの研究が示す確かなロジックである。ポジティブな感情は、脳の学習、集中、想像の機能を高め、人間関係を良好にし、チャレンジに対する回復力を強化する。つまり、幸せである状態こそが、人生の全パフォーマンスを押し上げるブースターなのだ。そして、ここで大切なのは、幸せであろうと決めることは、今すぐにできるという事実。どれだけ状況が厳しくても、どれだけ理想に届いていなくても、どれだけ不安があっても、今日、自分から先に幸せを選ぶことはできる。例えば、目を覚まして今日はいい日になると意識的に口にする。小さな感謝を紙に書き出してみる。自分をいたわる時間を5分だけでも持つ。それだけで、脳内の化学反応は確実に変わり始める。外の現実はすぐに変わらなくても、心の状態を先に変えることはできる。そしてその変化が、やがて世界の見え方を変え、行動を変え、現実そのものを動かし始める。多くの人は、こうなれたら幸せ、うまくいったら幸せ、誰かに認められたら幸せ、そう信じて、いつまでも待ち続けている。でも、よく考えてみてほしい。もし幸せを外に委ね続けるなら、私たちは永遠に準備中の人生を生きることになる。幸せは、条件付きで手に入るものではない。態度として選び取るものなのだ。この一歩を踏み出せるかどうかで、未来は大きく変わる。悲しいことも、悔しいことも、きっとこれからまたある。でも、そこに意味を見出し、その中に小さな喜びを見つける力は、すでにあなたの中にある。それは、誰かから与えられるものではない。内側から生まれるものだ。そしてそれが、本物の幸福である。ここまで読んできたあなたは、もう気づいているはずだ。人生の目的は、いつか幸せになることではない。今この瞬間から、幸せであろうとすることそのものが目的なのだ。そう生きる人の周りには、自然と人が集まり、チャンスが引き寄せられ、未来が静かに動き出す。幸せになりたいなら、まず幸せであれ。自分の内側にある、小さな光に火を灯せ。それが、これからの人生を温め続けてくれる。すべては、幸せから始まる。私たちはこれまで、幸せがいかに人生の根幹であり、
すべての始まりであるかを見てきた。努力する前に、まず幸せであること、頑張り続けるのではなく、心を整えること。脳は幸せであるほど進化し、その幸せは筋肉のように鍛えられるという事実。そして、マインドが現実を変え、人とのつながりが人生の土台を作り、最終的に幸せを先に選ぶことが、全てを動かす鍵になるということ。では、この旅の最後に、改めて問い直そう。あなたにとって、幸せとは何か。静けさかもしれない。情熱かもしれない。誰かと笑い合う時間かもしれない。正解は、外にない。それは、あなた自身の中にある。多くの人が人生とは戦いだと思っている。努力し、勝ち、守り、上り詰めなければならないと。でも、もう一つの生き方がある。それは、人生を耕すことだ。心の土壌を豊かにし、喜びの種をまき、感謝と優しさで水を注ぎ、時間をかけて実りを育てていく生き方だ。その始まりにあるのが、幸せという態度だ。成功の果てに、幸せがあるのではない。幸せを土台にしてこそ、成功は実る。そう気づいた人だけが、競争を超えた場所で、自由に人生を選び直していける。誰かと比べる必要はない。急ぐ必要もない。今日という一日を、少しだけ丁寧に生きる。そこから全てが動き出す。幸せになることは、逃げではない。諦めでもない。人生を本気で生きる覚悟の証だ。もし、今の自分に自信がなくてもいい。完璧でなくても、道に迷っていても、それでも今この瞬間、幸せであろうとする姿勢があなたを確かに前に運んでいく。それこそが人生の正しい始め方なのだ。だからもうこう言い換えよう。幸せになりたいなら幸せから始めよう。すべての扉はそこから開く。